こんにちは。アンと簡単楽団のスン&メタンの解説コーナーが始まるのだ。ねえねえメタン、最近よく聞くディープラーニングってなんだか魔法みたいで気になるのだ。ふふん、いいところに目をつけたわね。ずんだもん、その魔法の正体、この私が解き明かしてあげる。というわけで、今回のテーマは、アンと簡単楽団の楽曲、ディープラーニングの鍋の歌詞解説よ。おお、この動画を見れば AI のことがわかっちゃうのだ。そう。AI、特にディープラーニングが、実はとっても身近な、あるものに似ているってことがわかるわ。最後まで見れば、あなたも AI と友達になれるかもね。早速だけど、歌詞の最初から鍋とか煮込むとか出てきて、料理みたいで面白いのだ。ディープラーニングの鍋いっぱいに詰め込まれたビッグデータ、エポック重ねて混ぜ合わせ、ぐつぐつと煮込むパラメータ。その、料理みたいって感覚、すごく重要よ。それが一つ目のユリイカポイントにつながるの。ユリイカポイント？そう、なるほど。って、世界が違って見える瞬間のことよ。今回のユリイカポイント、一つ目はこちら。従来のプログラミングとの違い、魔女の飛躍調合や調理に似ている。魔女の飛躍、なんだかワクワクするのだ。でしょう？従来のプログラミングって、例えるなら、設計図通りにプラモデルを組み立てる作業なの。手順通りにやれば、誰がやっても同じものが完成するわ。でも、ディープラーニングは違う。これは飛躍作りやカレー作りに近いのよ。カレー作り？そう。歌詞に出てくる言葉を、カレー作りに例えてみましょうか。なるほどなのだ。たくさんの具材を、いい感じの火加減で、何度も煮込み直して、アクを取り除いていくと、最高のカレーができるってことなのだ。その通り、どんな味になるか正確にはわからないけど、とにかく最高のカレーを目指して煮込み続ける。それがディープラーニングの本質よ。だから歌詞では、地の飛躍って表現しているの。面白いのだ。でも、そんなすごい飛躍が、どうやってできているのか不思議なのだ。やっぱり魔法の力？ふふふ、いい質問ね。それこそ、二つ目のユリイカポイントの鍵よ。複雑さを支える単純な仕組み。人知を超える複雑さは単純なものの組み合わせでできている。単純なものの組み合わせ2番の歌詞を見てみましょうか。壁のパッチワーク、同じ大きさに、切り揃えられた正規化文様。スキップ結合で縫い合わされる。布は人知を超えて複雑。ここで出てくる、正規化っていうのは、バラバラの大きさのデータを同じ大きさに切り揃えるだけの単純な作業よ。パッチワークを作るときみたいに、布をちょきちょき切る感じなのだ。まさにそれ。そしてスキップ結合は、布同士を縫い合わせる作業。これも単純でしょう？そして、次が面白いところよ。揺れる記憶、長く短く。ヘアテラス、ベルのランプ。注視するヒドラの頭。なんだか呪文みたいでかっこいいのだ。でも、どういう意味なのだ？ふふ、これらも全部、AI を賢くするための単純な仕組みの名前よ。揺れる記憶は LSTM のこと、昔のこと、と、直前のことを上手に覚えておくための機能よ。ベルのランプは、ただのオンオフスイッチ。入力がプラスなら通す。っていう単純なルールで動くの。ちなみに、ランプはグラフの形が坂道みたいだからっていう、ダジャレでもあるわ。ヒドラの頭はアテンション機構のこと。文章のいろんな部分を同時に見て、どこが一番大事かに注目する仕組みよ。ふむふむ、切り揃えて、縫い合わせて、覚えて、スイッチを入れて、いっぱい見る。どれも一つ一つは単純な作業なのだ。そう。でも、その単純な作業が何億、何十億っていう、とんでもない数で組み合わさったらどうなると思う？想像もつかないのだ。ふふふ、そうなのよ。ずんだもん。一つ一つは人海に等しい単純な術式。だが、それが億の夜を超え、蝶の星の数だけ束ねられたとき、
それはもはや人の手によるものではなく、神の領域、すなわちアカシックレコードに接続する、禁断の魔術となるのよ。この鍋の底に見えるのは、未来の答えそのもの。またメタンの中二病妄想が爆発してるのだ。でも、なんだかすごいってことは分かったのだ。今日のまとめなのだ。ディープラーニングっていうのは、設計図通りに作るんじゃなくて、材料を鍋で煮込んで作る飛躍作りみたいなもの。そしてその飛躍は布を切るとかスイッチを入れるみたいな、たくさんの単純な仕組みの組み合わせでできているってことなのだ。そう、その通りよ。今日の解説で、あなたも深淵を覗く者の一員ね。もう AI は怖くないでしょう。なんだか友達になれそうな気がしてきたのだ。今日も見てくれてありがとうなのだ。わかりやすかったかしら。この解説が面白いと思ったら。この世界の真理、知の飛躍のレシピをもっと知りたい者は、チャンネル登録を怠らないことね。高評価とコメントは、私たちの魔力を高めるための供物となるわ。みんなのコメント、待ってるのだ。それじゃあ、また次の解説コーナーで会いましょう。ごきげんよう。バイバイなのだ。